どうもババアです。奥様です。今日はなんだかジメジメな変わり場。今日は一日曇り空みたい。ところで今日は10月14日の月曜日。スポーツの日の祝日だね。3連休の時はいつも最終日は撮影をお休みするんですが、来週の土曜日に仕事が入ったから繰り上げて動画撮影をしています。何の仕事が入ったの？地元の幼稚園の運動会の撮影の仕事です。ババアたちそんな仕事もしてるんだ。運動会とかクリスマス会とかお遊戯会とかイベントの際にお仕事をいただいてます。幼稚園の子供たち可愛いだろうね。もう10年以上撮影してるんじゃないかな。そんなに？子供たちの成長を感じて運動会の最後のリレーなんか涙が出てきます。もう祖母目線だね。そこは母目線でよくない？厚かましいなババア。薪棚にたくさんの薪。キャンプしたいな。さあ、よしひこのおもちゃですよ。월급가変やん。思い存分遊んでね。월급 주세요。遊び変やんき。母さん動力ありき。Adoray mayanki hedaridi asabu toka gaki chanendo。ついこの間まで一人で遊んでたのに。Odo shigalono ready wa seishiomo hayai nendi. Bikedo shidanaya baba。レディー、口悪いな。失礼な暴れ猫ですね。あ、皆さんお久しぶりです。イケてるニョロですよ。さあニョロおさんと遊ぼう。結局僕は遊び道具なんですよね。Soya osan moto hagashiku fuli mawasunya。少しだけニョロおさんに同情。ちょっとちぎれちゃうじゃないですか。Mate Cola Flying Momonga。さあ今日も朝からパン生地こねましょう。今日の生地はすでに発酵してるね。今回も前日に仕込んで常温でオーバーナイト発酵をしてみました。いつもの冷蔵庫オーバーナイト生地とどう違うの？お昼過ぎに焼くパンは前日に軽く粉を合わせて冷蔵庫で発酵を遅らせるんだけど、昼に焼くパンは前日にしっかりこねて常温で発酵させておくとお昼にちょうど焼けるんだよね。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。今回もちょうどいい水分量。さあお掃除お掃除。よしひこがいない？と思ったらいた。掃除機の音がするとどこからともなくやってくる。そして今日のおもちゃ返却タイムも塩対応。ニョロをゆらゆらさせて明らかに誘ってるじゃん。それでも塩対応。買い物行こまあまあ気を落とさずに。花の苗とか植えたいけど絶対枯らすよな。サボテンも枯らすもんね。はい帰宅。めっちゃ発酵してる。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、白様かっこいいなどいっぱい書いてね。オーバーナイト発酵はいいですね。ババアの嫌いなコネ時間も最小で済むもんね。別に嫌いなわけじゃないんですよ。鬼人のごとく面倒くさいだけです。そんなんでよくパン作りやってるよな。本日はぐるぐるに巻いたミートパンを作ります。ぐるぐるに巻いたミートパン？ YouTube を見てたら海外の方がこの方法でひき肉を包んでたので参考にしました。完全にパクってんなこれ。今回は生地を10等分にしました。今回の生地も扱いやすそうだね。最近高加水率のベッタベタの生地を触ってないからなんか感覚を忘れそうだな。10等分にしたら15分ほどベンチタイム。また割引肉を見せびらかしてる。ババアの天敵玉ねぎをみじん切りにします。最近玉ねぎ料理が多いよね。
一度使うと美味しさを思い出してしばらく使い続ける癖があります。いろいろと偏ってんだよね、ババア。ババア、ちゃんと目開けてる？閉じてる。手を切るからちゃんと開けときな。本日もババアは玉ねぎと死闘を繰り広げております。マジでゴーグル買った方がいいんじゃないの？戦いに勝利したババアが玉ねぎをボウルに入れているよ。えのきも入れたろ。ババアのひき肉あんって高確率でえのきが入ってるな。キノコ類が入るとあんに旨味が増すのよね。えのきもみじん切り。日頃は野菜くずとして残るえのきの軸の部分もあんに入れてしまうと消費できるからあんって便利よね。これがババアの SDGs。今日もゴーホーっと。方法パウダーね。コンソメと塩コショウと寿司の粉を混ぜたやつ。ちゃんと説明してくれてありがとう。たまにはちゃんと説明しないと初見の人は合法パウダーって聞いて震え上がるよ。味付けは生姜ニンニクオイルと合法パウダーとケチャップ。ケチャップ足りてなさそうだけどね。容器をブンブン振って絞り出したから大丈夫。千切り野菜ストックも作っとこ。これは旦那氏の夜食になるんだね。野菜の食物繊維で腹を満たす大作戦。略して野菜の食物繊維で腹をパンパンにしてやんよう大作戦。さっきより作戦名長くなってるじゃん。それでは成形をして参ろうぞ。人の話全然聞いてねえな。綿棒でパン生地を平たく伸ばしていきます。弾力があるから生地が戻ってくるな。生地の表面に油を塗ります。油を塗るのは何か意味があるの？意味があるような気がして塗ってたけど、もしかしたらこの工程はいらないかも。無駄なカロリーを足しただけ？生地の上にひき肉あんを乗せて生地いっぱいに伸ばしていきます。結構大量に乗っけたな。そうしたら切れ目を入れてこうやってくるくると巻き上げていきます。何これ、初めて見た。楽しそう。すべてを巻き終えたら端を閉じます。三角形になったね。三角形のまま焼くのも可愛いかもしれない。肉汁があふれないようにすべてをしっかりと閉じましょう。閉じ終わったね。そうしたら丸く整えて上から潰します。ぺったんこになっちゃった。こうすることで中でひき肉あんと小麦粉の層ができます。なるほどね。何枚も重ねなくても1枚の生地で層を作れるんだね。頭いいでしょう？考えたの海外の YouTuber さんだよね。一瞬だけ自分の手柄にしてみた。さあ、どんどん量産しましょう。くるくる巻く作業楽しそうだね。楽しいし、包むよりも簡単。さあ、それでは焼いていきましょう。今日も二段焼きだね。この二段焼きのおかげでちょっとした惨事が起きるんだけど、それはまた後ほど。何？怖いんだけど。表面に卵を塗ったらオーブンへゴー。惨事が気になってしょうがないや。まあまあ焼いていきますよ。250度の上下ヒーターで25分焼きました。サイドメニューはキノコソテー。また舞茸買ったの？他のキノコは結構値段の変動があるんだけど、舞茸っていつ見ても安いんだよね。ピーマンも入れるんだ。前日の余り物のピーマンを無理やり消費します。じゃあキノコピーマンソテーだね。白様細かいな。マーガリンという名のバターを入れてキノコをドン。あれ、四つ葉バターもうなくなったんだ。この間富川商店で小麦粉を買った時の少量調整でドライクランベリー買っちゃったから、しばらくはバターの代わりにマーガリンを使うことになりそうです。市販のバターは絶対買わない勢いだね。キノコとピーマンのバター醤油ソテーが完成。ああ、またそんな入れ方して。がっつりこぼれちゃった。ほんと最悪。誰がコンロを掃除するんだろう。ババアしかいないよね。そしてパンの上に塗った余った卵はめっちゃミニサイズの卵焼き器で卵焼き。これも旦那氏のおつまみセットだね。
さあミートパン焼けたよ。あれ、ちょっとした3時なんか起きてないじゃん。そしてクランベリーヨーグルトと生クリームのスイーツ。生クリームの穴の向き間違えてコップの壁にべったりくっついちゃった。さっきから何やってんの、ババア。さあそれではテーブルに並べましょうかね。完成しましたミートパンとキノコソテー、そしてクランベリーヨーグルトと生クリームのデザート。それではいただきましょう。今日はしっかりコーラ買ってきたみたいだね。危うく買い忘れるところだった。このキノコのバター醤油ソテーって多分誰が作っても美味しいよね。バターと醤油だけで完全体だもんね。これは多分夕方の旦那の晩酌ははかどるな。今日はこれが晩酌になるんだね。さてミートパン食べてみようかな。こんがりいい色に焼けてるじゃん。今回も割って中を見せたいけども熱くて割れないというドタバタ劇をご覧ください。初めから包丁で切っとけばいいのに。本当だね、毎回そう思うんだけどね。中も美味しそうにできてる。自画自賛するわけじゃないけど今回もめっちゃ美味しかった。でも確か10個作ったよね。少なくない？とうとう気づいてしまいましたね。オーブンの上下段を入れ替えるときに下段の網の上に乗せてたパンが滑り落ちてペーパーに火がついてちょっとした惨事だったんだよね。それ大惨事じゃね？そのおかげで下に落下したパンの表面に変な焦げ目がついちゃってちょっとね映え的にこのカゴの上に置くのははばかられたから省いて並べてみた。ババアにも映えを気にする心があったんだね。層がいっぱいあることで食感もすごい柔らかかった。ということで美味しかったです。さよなら。バイバイ。ちなみに燃えたパン想像以上で草。